皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally のポッドキャストへようこそ。私はふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。今日のテーマは、見てくださっている方からのリクエストです。前々回、前の回で血液型についてお話ししました。例えば A 型だと几帳面みたいな、ステレオタイプ的なものの性格診断です。で、それ以外に、そしたらコメントで、血液型以外にそういう性格を決めるものはありますか？という質問をいただきました。なので今日のテーマにしてみました。私が今から言うことは全部、いわゆるステレオタイプというか、ある意味偏見です。だから、それを知ったからといって、何々だからこうなんですよね、とか言ったら、多分、短絡的な人だと思われてしまいます。短絡的っていうのは、考えが浅い人ですかね。だから、これはあんまりわざわざ口に出して言わないことですが、頭の中でこういうふうに言われてるんだなって思っておくととても面白いと思います。面白いっていうか、面白いっつっては失礼な内容も出てきます。ただそういう考えが、日本という社会にあるっていうことを知っておくのは勉強になると思うので、ぜひ最後まで聞いてください。はい。では、いくつかあるんですけど、まずは星座から行こうと思います。で、星座については、ないです。何座だからこうだねっていうのは、あんまり一般的に言われてないと思います。そう。だから特に、あとあまり人に星座何って聞かないです。もう私もここ数十年か何十年か聞いてないかもしれないですね。ただですね、テレビとかで毎朝、朝の番組で、今日一番ラッキーな星座は何座ですとかは、やっています。だから、何座だからこうだねとは言わないけれど、今日ラッキーなのは何座ですっていうのはあるということです。占いですね。はい。で、次に、干支の話をしたいと思います。干支っていうのは、実感というものと十二支というものでできています。で、十二支の方はご存知の方が多いと思います。毎年動物が決まっていて、それが12年で一周するものです。今年は馬年ですね。覚えるときにはこう言います。ねえ、牛、虎、う、たつ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いです。で、ねえがネズミ。牛が牛ですね。で、虎。うがうさぎです。で、たつっていうのは、竜のことですね。竜は、実在しないものですが、英語にするとドラゴンになるんですけど、西洋のドラゴンとはかなり趣が違うと思います。西洋のドラゴンっていうと、なんとなく背中に羽が生えていて、火がわーとか吹いたりする。で、どっちかというと悪者のイメージがあると思うんですが、どうでしょう？東洋の竜というのはちょっと違います。水の神様で竜神様だったりします。なんで雨が降らない時にその竜神様にお祈りするとか、そういう昔話みたいのもあります。で、それ以外は全部実在する動物で、タツの次が、蛇ですね。ミーっていうのが蛇です。で、ねえ、牛、とら、う、タツ、ミ、馬、羊、猿、鳥、犬ですね。で、最後、イっていうのがイノシシのことです。で、この12の動物が毎年回っていきます。で、実感の方がですね、結構知ってる人は少ない感じです。今回私もちゃんと調べるまでよくわかっていませんでした。
で、実感の方はですね、まず世界を5つの物質でできているっていうふうに考えているところから始まっています。で、その5つって何かっていうと、まず漢字で書くと、木という字。木ですね。で、次が、火です。で、次が、土です。で、その次が、金という字。金属の金ですね。で、最後が水です。で、これをさらに、これ5つなんですけど、さらに、兄と弟っていう字を書いて2つに分けます。そうすると、木は、木の絵、木のととなります。そう、兄って書いても、兄とは読まない。で、絵と読んで、木の絵、木のと。で、火については、火の絵、火のと。で、土は、土の絵、土のと。で、金っていう字は、かの絵、かのと。で、最後、水の絵、水のととなります。で、実はこれら全部にそれぞれ違う漢字が、振られます。漢字があります。が、読み方が今みたいになります。で、今のこの、っていうのは中国から入ってきた考え方です。で、今年は日の絵です。で、さっき言ったように馬年なんですね。で、干支については本当に有名なことが一つあって、それは日の絵馬の女性は、夫を滅ぼすみたいな、そういうような迷信があります。日の絵馬の年に生まれた女の子ですね。だから60年に1回、そういう年が回ってくるんです。で、この迷信が生まれたのがどうやら江戸時代みたいなんですね。で、その時から、ずっと言われてるんですけど、びっくりしたのが、今から60年前の1966年に、実際に、出生率、赤ちゃんが生まれた数が25%減ったそうなんですね。つまり、それだけ産む方が、日の絵馬の年の女の子が不利だから、いずれ結婚できない可能性が出てきたりするから、産まなかったわけです。で、その時の、1966年の赤ちゃんの数っていうのが、生まれた数が136万人です。で、その前の年がですね、182万人生まれています。計算すると、46万人減ったということかな。46万人減ってますね。で、さらに次の年は、今度は193万人にまた、バーンって増えたんですね。日の絵馬だった年から57万人も増えてるんですね。それぐらい、影響があったっていうことですね。その迷信が。ただですね、ちょっと怖かったのがですね、2025年、去年の出生率が67万人だったんです。つまり、かつての60年前に減ったのと、ほぼ変わらないと言ってはちょっとあれですけど、割とそれに近いような数しかもうそもそも生まれていないということが、ちょっとね、これから日本はどうなるのだろうというふうに思わせてくれました。で、あとさらに、2026年、今年日の絵馬ですけど、じゃあ、それが実際どれくらい影響するのか、数字に出てくるのか、出てこないのか、それが、2026年が終わってから、わかると思います。で、今は基本気にする人はいないと思うんですね。すごく年上の人はもしかしたら気にするかもしれませんが、そんなのおかしいよねって思っている人の方が多いと思います。特に若い人は多分本当に気にしてないと思います。ね、これは本当に気にされちゃ困りますよね。生まれた年で決まるって、そんなわけないのにっていうところです。はい。では、次です。次はですね、生まれ順です。生まれ順っていうのは、生まれた順番ですね。兄弟の中で一番上、最初に生まれてるのか、
それとか真ん中で生まれてるのか、最後に生まれてるのかというところです。で、よく言われるのは、一番上の子は、真面目で責任感が強いとか、しっかりしてるっていうのがあります。で、一番下の子はよく容量がいいっていうふうに言われます。容量がいいっていうのは、なんかうまくやるってことですね。例えば初めてやることとか知らないことだといろいろ失敗して、こうすればいいんだっていうのがわかるじゃないですか。でも、容量がいい人っていうのは最初からあんまり失敗せずに、こうすればいいんだっていうのがわかる。みたいのが容量がいいですね。で、あと一番下は甘え上手と言われます。これも言われてるだけですけど、実際はですね、一番上の子っていうのはよく、お兄ちゃんなんだからとか、お姉ちゃんなんだからって育てられることが多いです。お兄ちゃんなんだから我慢しなさいとか、お兄ちゃんなんだからしっかりしなさい。で、お姉ちゃんももちろんです。お姉ちゃんなんだから我慢しなさいってすごい多いと思います。あとお姉ちゃんなんだから面倒を見ててって言って、下の子の面倒を見させるとか、そういうことがある結果、そうしっかりしてるっていう風に見られるようなタイプの子に育つということが多いんじゃないかと思います。で、さっき言った一番下は容量がいいっていうのは、これは多分上の子を見てるからだと思うんです。で、実は私は上に兄がいて妹です。で、そうすると兄がいろいろ失敗する様子を見てるわけです。兄が先に経験してくれるから。彼が2年先にいろいろ経験してくれたので、じゃあ私はそうしないようにしようとか思うわけです。で、あと、こういうあることをして親に叱られてるのを見たら、じゃあそれはしないようにしようとか、怒られないようにしようっていう方向で私は動いてたわけなんですけど、結果的にやっぱり容量は良かったと思います。今はね、わかんないですけどね。で、甘え上手っていうのは、一般的に言って、下の子ってやっぱり、可愛がられるイメージがあります。これもイメージです。本当人によって違いますからね。で、そうすると甘えるのが上手になるとかいうのがあると思います。で、実際私がその子供を育てる時も、やっぱどうしても一番下を甘やかしてしまった気がします。というのも、一番下の子って常に一番小さいんですね。当たり前なんですけど。で、上の子はもう、例えば2歳で弟が生まれてるんですけど、その赤ちゃんが生まれた時点で2歳の子が大人に見えたんです。で、なんでこの子はこんな大きいのにちゃんと言うこと聞かないんだろうぐらいにちょっと思ってしまった部分があったんですね。だけど一番下の子は比べる対象がいない。で、むしろ大きい上の子と比べるので常に小さいんですね。だから、なんとなくまだ赤ちゃんな気分で割と大きくなるまで来てしまった気がします。だからなんか本当に同じ親から育てられても子供って全然違うじゃないですか。似てることもありますけど。そう、やっぱり同じ親から育てられても、その、兄弟の中のどこにいたかで、なんかやっぱ全然育てられ方っていうのは違うなっていうふうに感じます。はい。で、あと、ステレオタイプとして、一人っ子は、わがままとかはよく、言われます。それは子供が一人だから好きにしていいからっていうことですね。でもこの辺は本当に今のはステレオタイプですよね。本当失礼ですよね。はい。で、今のが生まれ順ですね。で、それから、じゃあ次は利き手の話をしたいと思います。利き手っていうのは、どっちの手を使いますかということですね。字を書いたり、包丁を使ったりする手が利き手です。箸を持つ手も利き手です。で、日本の人は右利きがほとんどです。で、左利きは少ないんですね。なので、左利きにはちょっと特別感があります。
それで、左利きはよく、天才派だとか、ちょっとなんか、芸術的な才能があるって言われたりもします。いいこと言われますね。そう、天才肌っていうのは、なんかちょっと人と違う発想を持った、なんかすごい人っていう感じです。実際に天才っていうわけではないんですけど、天才肌って言いますね。で、ただ昔はその左利きは矯正と言って直して右利きにさせようとすることが多かったです。多分筆を書いたり、筆で字を書いたりするのに左利きだと手が汚れるとか、そういうことだと思うんですよね。いや、書きにくいとか、そういうことだと思います。今はそういう強制はしないかな。多分しないんじゃないかと思います。では、最後です。最後は、出身地によるステレオタイプについてお話をしたいと思います。ですね、まず、これでパッと思い浮かんだのが、九州男児という言葉です。九州っていうのは、日本の、南の島ですね。まず日本の真ん中の大きい島を本州と言います。本州の先の方に九州っていうのがあります。九州はですね、昔は、9個に分かれてました。なので九州って言うんですけど、その昔の名前で9個に分かれてたんですね。で、今は、7つの県です。で、例えば、博多ラーメンで有名な博多のある福岡とか、長崎とか、宮崎とか、熊本とか、鹿児島とか、佐賀とか、聞き覚えのある地名はありましたか？はい。で、九州のその九州男児。男児っていうのは、字だけで言うと男の子という意味なんですが、九州男児って言った場合は、九州の男性という意味です。で、九州男児のステレオタイプは、男尊女卑です。なので、よく言われるのが、九州に行くと、男性は何もしない。で、女性が全部やる。みたいなことが、イメージとして語られます。で、ただですね、これよく本当に九州男児はっていう人もいるんですけど、うちの父は鹿児島出身なんです。だから九州男児なんですね。でも、全然そうじゃないです。家のこともやるし、決して、そんなふんぞり返って威張り腐って、女子供の言うことは聞かないとか、そういうタイプの人ではないんですね。当たり前ですよね。九州の人がみんなそうだったら、とんでもないですからね。そう、だから、なんか私はその九州男児がどうこうっていうのを聞くと、何言ってんのって思います。でもね、ただ、その女の人ばっかり働かされる、家事をするとか、集まりに行くと女の人だけ何かするっていうのは、特に日本の田舎に行くとまだまだ残っています。それは九州に限らないと思います。あと、京都の人ですね。京都の人は、はっきりわからない嫌味を言うというイメージがあります。これもイメージです。で、有名なのは、ブブ漬けどうですかみたいな。私はですね、ちょっと京都弁は話せないので、私の方の言葉で話しますが、ブブ漬けっていうのはお茶漬けです。お茶漬けっていうのはご飯にお茶をかけたもの。で、だいたい上にちょっとしたものも乗ってます。で、なかなか帰らない客に、ブブ漬けどうですかみたいなことを言うそうなんですね。で、そうすると、それを言われた客は、やばいやばい、もう帰らなきゃって言って帰るみたいな。だから、直接言わないという文化があるというイメージがあります。あとですね、例えば、お子さん、元気なお子さんですねって言われたら、その子供の足音がうるさいとか、子供がうるさいっていう意味だとか、ピアノがお上手ですねって言われたら、ピアノの音がうるさいという意味だとか、いろいろあります。なんですけど、それも、京都のイメージはそれがすごく大きいんですけど、はっきり言わないっていうのは多分結構この辺ももちろんそうです。だから、前どっかで話したんですけど、
前私ママ友かな、近所のママ友にものすごくはっきり批判された時に、ほんとショックでした。だから、はっきり言わない文化っていいなってその時思いました。まあね、はっきり言ってもらわないとわからないこともあるんですけど、まあある程度ね、はっきり言わないことに慣れていくっていうのも一つのその文化の中に溶け込むために必要なのかもしれません。あとはですね、大阪の人のイメージです。で、まあ大阪の人というか大阪弁を話す人ですね。で、その大阪弁のイメージは明るくて、ノリが良くて、常に笑いを取りに行くようなイメージです。で、これはですね、多分お笑い芸人さんの影響が強いと思います。大阪に吉本興業っていう、大きな、まあ、お笑い芸人が所属している会社があるんですね。で、その人たちがテレビによく出るんです。だからそうすると、こう、大阪弁を聞くと、あ、お笑いかなってちょっと思っちゃうようなイメージがあります。で、よく、その大阪とかだと、普通に話しててもボケとツッコミがあるとか、そういう話を聞きます。で、ボケとツッコミは何かっていうのは、前私、日本のお笑いというテーマで話していますので、ぜひ聞いてみてください。面白いです。はい。なんでそういう楽しそうなイメージがその大阪弁というものにはあります。実際はどうなんでしょうね。私は住んだことがないのでわからないんですけれども。そう。で、あと、それ以外の地域もまあいろいろあるのかもしれないですね。東京の人はよく冷たいとか、それは東京に住んでない人が言うことだと思うんですけど、それは多分、隣近所とかの付き合いがないとか、それこそあまり知ってる人じゃないと話しかけないとか、知らない人を無視するみたいのがあるので、そういうふうに言われるかもしれないですね。はい。ということで、今日は性格について、何々だと、何々ってよく言われている内容について話しました。いかがでしたでしょうか？もし面白かったなって思ったらぜひ高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアをしていただけると嬉しいです。あと、チャンネルメンバーシップもやっています。メンバーになってくださっている皆さん、ありがとうございます。本当に感謝しています。まだ入っていない皆さんも、よかったらぜひ入ってみてください。で、それから、私は発音を良くするためのサブスクリプションコースもやっています。発音を良くしたいとか、私に個人的に発音を見てもらいたいっていう人がいたら、ぜひそのサブスクコースチェックしてみてください。リンクは概要欄にあります。では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。